韓国ソウル地下鉄ペヒョン駅。着いた駅の名前にもなっているここはナンデムン市場。ソウルトップクラスの観光スポットやな。さて今日行くところはこっち。この5番出口を出ると目の前は完全に市場。すごい人やな。ソウルに観光に来たらそりゃ一度は訪れるよ。住んでると逆に足が遠のく場所やけど、こういう雰囲気は実は一番好きやったりする。そんなナンデムン市場をこっちはサビが今日も行く。寒い時期には湯気が立ち上る屋台たち。そんな間を抜けてまっすぐカルグクス通り。昔よく来たな。屋台みたいにずらーっと並んでるんよね。まあブラジャーの山の前で言うことじゃ。5番出口を出てまっすぐ歩いていく。やっぱり市場の雰囲気はええよね。あ、キムジャンチョッキや。なんか最近流行ってるよね。一つ欲しいな。てかこれなんでも市場やんな。知らんうちにアーケードできてる。雨の日でも快適やん。ほんまに久々に来たからこんなんできてるって全然知らんかった。いざサンクチュアリへ入ってすぐ目につく。何ここ、人が並んでる。ホットめっちゃ並んでへん。なんでも市場言うたら野菜ホットも有名やもんね。寒い時期には食べたくなる。でも俺この立ち上横丁に入っていきたいねんけど、ここ入られへんな。じゃあ裏から回ろう。アーケード部分を出てきたらこっちにも立ち上横丁に入れる道があんのよ。ほら今日のお店はこっち側から入るとすぐ目の前にあるんよ。着いた。早くもう腰たー色気振りなれぬブルンとタボン。今日のお店はチョンジュジン。なんと70年も続く超老舗。首が足らんぐらいブルーリボンが巻かれてる。100年店にも選定。扉にはいいことが起きますよやって。いいことを受け取りに来ました。起きてくれんと困る。こっちは膝が笑ってるしね。入店です。こちらのメニュー、コリトマコリコムタンはさすがにいいお値段する。俺の小遣いでは難しい。あとはトガニタン、ネジャンコムタン、モドゥンコムタン、さらにはソンロンタンやヘジャングなんかも置いてある。おつまみとして牛テールの煮込みやトガニ、ネジャン、ヤンジのスユ、そのすべてが入ったモドゥンスユが置いてある。じゃあ注文や。 주문해도 돼요? 버가니가 하나랑요. 어두운 색 하나. 아, 그리고 진로 한 명. 버가니타, 어두운 수유, 진로 한 명. 真っ暗な路地にあった店の店内は明るくて大衆食堂的な雰囲気。あの厨房でスープは煮込まれてるんやな。できた。そんな70年の歴史の中でもぐる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 スンレブンまでこの音が響き渡るぜ。ローリング。この通りが立ち上横丁やからそこに行く人は多いと思うけど、やっぱりこういう市場の路地を見ながらグラスを傾けるのはなんとも気分がええ。本日1杯目。落ち着くわ。冬帽子すれ違う方温かし。ありがとうございます。落ち着くと思った先には栄養満点、ふと母を思い出すと見出しがついたスクラップ生地。うちのおかんは日本人やから作ってもらったことないけど、そんな時に出してくださった基本のおかずはキムチ、角的、肉をつけるソース、机の上には胡椒とお塩。スンレムンまで音響かせたし、そろそろ食べる準備をしていこう。もうこういうお店ではまず食べないといけない角的、非常に重要やからね。パクリ。おい、こいつもスンレムンまで音響かせようとしてるやん。てかいい甘酸っぱく発酵が進んだ絶妙な味。これはええで。ええと思ったら伸びてまうよな。てか
ほら瓶が傾いてたわ。もう確定1個で1杯いってたらこの辺のおじいちゃんたちと幼なじみなんで。これが日本人の味一杯。すぐさまもう一つのおかずに直行。キムチも口に運ぶ。やっぱり俺はこういう店の角的の方が好みなんよって思ってたら来たんちゃうかな。こんな寒い時期にはトゥックナンハングル最高でしょう。なんといってもまずはスープから。この白濁したスープは俺の中ではスポーツドリンク。見た目的にも後味的にもかなり淡白な感じの一口目。じゃあ早速トガニをすくっていこう。ええ香りはしてんのよ。ふうふう。一点を見つめながらの集中夫婦。お姿を目に焼き付けながら一口。あれ、なんかくすぐったい。膝が重力を忘れた。ふわコリコリとした感じではなく、プルップルで特有の弾力が歯を寄せつけない。俺噛んでるやん、口動かしてるやん。これ噛んでるふりしてるぐらいの柔らかさ。俺の意志に逆らってずっと噛んでいたいのに、もうトガニは消え去った。まだいかんといて。次はこの出していただいたソースを準備していく。ニラもたっぷり。パクリ。目で追うだけでは我慢できひんかった。うまい。次はトガニを逃がさない。ソースにつけてあげる。もう口は迎え入れていた。さっきも言ったけどかなり淡白な味やから、こういうソースにはよくある。俺はお塩入れんでもええかも。だってこういう角的と一緒に食べればしっかり旨味を引き出してくれる。一口目は淡白すぎると思っても食べてると濃くなってくるしね。もう一つのスポドリ、瓶の色的には間違ってへん。そいつを持ち上げ、まずは高ぶった欲望を抑える。そして再び手はトガニへ。ソースにつける。それを目に焼き付けてグラスは傾く。スポドリ大活躍。すぐさま口へ。下処理も丁寧にされてるんやろうな。臭みは一切ない。そうそう、中に入ってるこのそうめんも欠かされへんよね。どこのお店でもそうやけど、だいたい一口で食べてしまうから、食べた後に物足りなさを感じる量。俺の欲望メーターを試してくる憎いやつ。しっかりとタンパクスープに絡んで牛の香りがほんのり入ってくる。一緒に出していただいたこの銀の器、ご飯よね。こいつはちょっと待機してもらう。服は後からやってくる。とりあえず唇から直接スープを摂取。温かさは唇から伝わると思ってたら来たんちゃうか。頼んだもう一品。もうすでに勢ぞろいしてるやないの。この盛り合わせは欲張りさんには絶好のメニュー。まずはこのヤンジを2枚さらっていく。こう見てみるとなかなかええ色や。一口。しっとりとした食感やけどパサパサ感がない、薄いのに高級感のあるうまみ。いいよ。次はこの蜂の巣、牛の胃の部分よね。こいつも持ち上げる。そいつはソースに直行。俺もその蜂の巣みたいな穴に入っていく。臭みが残りそうな部位やのに、これも全く臭みがない。俺これ好きやわ。一旦一通り食べなあかんよね。ということでトガニもこいつもソースで。ここで分解してもうたら一気に2つ掴むのは難易度が上がってしまう。ただ俺は気合で持ち上げる。滴るソースさえ気にならないほど見とれてしまう。パクリ。トゥッペキの中のトガニとは全然違う。ねっとりさが際立つコラーゲン感が半端ない。膝の可動域広がったかもな。こうなると事前準備のコチュわさび。膝でついだろかなと思ったけど我慢してペロリ。そして膝が、いやお箸が動く。トガニをヤンジの上に禁断の合体。ソースにつけ、なんとも豪華なサムや。視線はそいつらに据えたままガマちゃんを体内に入れていく。口へと誘導。完璧な組み合わせ。
もう口の中では牛一頭のしのし歩いてる。その余韻に重ねてあげる。トガニタンもそうやけど、スユにもこの角的は最後の締めくくりとして重要な役割を担っている。後ろに店の看板を背負いながら牛になってタボン、物足りん。やっと出番が来た。福ご飯。ようやくその福を届けてくれる瞬間が来た。中からご飯を取り出し、トゥッペギの中にドボン。来た来た来た。店の中は町の公民館に来た雰囲気になっている。その中でもせっせとご飯を混ぜていく。でもこれはまだ最終形態ではない。フリーザも何回かあったやん。クッパになったことでとろみが追加。トガニとご飯の握手の瞬間。せや、こいつも呼んだろ。スプーンに一緒にご飯とトガニも乗せる。そのまま左手に持ち替えたらキムチにエッケン、そして上から優しく乗せる。いくらトガニが柔らかいからといってキムチを弾くようなことはない。何、目開いてんのかとフェイントをかけてのパクリ。これがナンデムンの独裁者。キムチの酸味と食感にひれ伏す具材たち。気づけば体は温まり鼻水まで出てきたわ。鼻たらしの独裁者。スプーンは自由行動。誰にもこの独裁者を止めることはできない。最高。さあもう一段上の高みへ。皆さんには見えるだろうか。トガニの上に足をかけた俺が。やべ、吸い込まれそうになった。まずこっちやろ。完璧なゴールデンルート。すぐさま角的もソンロンタンもそうやけど、隠れた主役って本当に大事。実感してるで。じゃあそんな意味で次はこれ、角的を一つ乗っける。ナンデムン市場に新たなランドマーク完成。完成させて俺だけ楽しんだ後、すぐ崩壊させるというやはり鼻水たらしの独裁者。歴史を超えた芸術に近い感覚。芸術心に火がついてしもた。白いカンバスに角的の汁を垂らす。混ぜ混ぜ。もう角的残ってへんわ。これはもらわな生きていかれへん。とりあえず頼んでおいたから、その間にもスプーンが動く。角的の汁を混ぜるのは絶対に真似しちゃいけない超危険な食べ方。この酸味がここの淡白なスープとよく合うんよ。すぐ持ってきてくれた。角的の汁入りトガニタンを口に入れたタイミングで持ってきてくれるなんて、伊達に70年客商売してへんわな。びっくりした。こんな大きな音出るとは思ってなかったわ。これが最終形態。最高。最高ついでにこいつも。ちなみにこのつゆ、おつまみには最適。特に今日頼んだ盛り合わせは一皿でいろんな部位の食感が楽しめる。つゆの間にクッパも食べる。再びつゆ。こうなったら俺の理性は市場のゴミ箱に捨ててやる。野獣溶かしたおちょわさび。牛のプライドの重みが手に伝わってくる。これを一気にいってやる。大きくパクリ。右からはヤンジが潤い、左からはトガニが舞い、中央からはハチの巣が突き進む。別角度から団結を求める声が聞こえる。軽くなったプライドはまだ握ったまま、ぐいっとガマちゃんを入れていく。その余韻に追加の角的。あかん。完全に全ての味が団結し始めた。最後になった蜂の巣。これがなかなかの珍味やった。パク。ヤンジもジュワリとパク。そしてトガニ。こいつも最後。この料理には欠かせないニラも一緒にパク。ブーストを重ねたトガニタン。最後もやはり角的を。70年続いてるってことは、それだけ理由があるってことなんよ。鉄壁を持ち上げた俺はご飯粒を残さんようガリガリガリと底が見えるまでご飯を集めていく。そして必殺鉄壁90度。ほんまにいい湯やった。いや、健康的なスープやった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。老舗の味を求めてひっきりなしに人が入ってくる。だから最後の一滴まで。正直言ってコスパがいい安い店ではないけど、このシーズン膝をいたわるにはちょうどいい空間であった。本日最後の一杯。
これ入れるとちょっとだけまたスープが飲みたくなんのよね。チロ、スープのおかわりもらってしまった。今度寸胴持ってくるからそこにも入れてもらおうかな。なんて70年の歴史の幕を下ろさせてしまうような発言。ただ美味しさを体で表現するから許して。ぐいっと一口。自分の顔が反射するトゥッペキになってもうたで。ペヒョン駅南大門市場の立ち魚横丁の中にあるトガニタンの老舗店。プニプニとしたトガニに淡白なスープ、そこに角的も加え自分好みの味にもできる。十分すぎるほど体は温まった。いやー大満足や。立ち魚横丁出るとこれどういう意味なの？エシクの食器洗い。エシクって企業の名前かなんかにしても、そうやってフライパン洗う人おるん？すぐ横にもまた立ち魚横丁の入り口。しゃあない、ここ通ってまた反対側に出るしかない。いやーキスしてる。食べてんのちゃうなんてアホみたいなことを言いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモも済んだ。